0時になった瞬間、ジャンプだけはしてました。一緒ですね。自分も自宅で人生でやったスポーツみたいなの中で一番汗かきましたね。でも10以上20以下ぐらい。マジで？東京 FM K スターチャートプレゼンツポップコーントップ10フライデー。今回は、ニューアルバムウルトラバイオレットについての情報がですね、まさに3時間前に解禁されたばかり、2025年の活動がますます楽しみなマショウ君とのアフタートーク届けたいと思います。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マショウさんということで、いやー久しぶりです。皆さん、マッシーが来てくださいましたマッシーの一日なんか朝のルーティンとかあるんですか？夜のルーティン多分朝は起きてすぐ準備して出るだけなんで、ギリギリまで寝るんで。その楽曲制作期間みたいの取ってあるんですか？いやもうなんかそれはもう出てきたらやるだけ。結構プライベートの中で作ってたって感じですか？そうですね。でもトップラインとかするときはスタジオに入ってすることが多かったんですけど、そういうことがあったり、歌詞書くときは基本的にプライベートの中ででしたね。プライベートの中で。もうそれ自宅とかでももう出てきたら取っといてって感じ。最近プリン食べました？最近プリン食べました。昨日食べたかも。おいマジ？多分昨日か一昨日か。そういう直近で食べました。久しぶりにね、ちょっと食べれるね時間もね、やっぱね制作って結構ね頭使ったりね、やっぱ分かんないですけどなんかストレスとか抱えたりとかしちゃうじゃないですか。やっぱ集中しちゃうんで歌詞に当てはめてね、なんか役作りではないんですけど、そういったところで結構体力使う部分があったりするので、前回もそうですね、番組終わってマシに連絡して一度だけねランチ行ったんですけど、それ以降は連絡取ってなかったんですが、でもねこうしてなんでしょうね、2025年迎えて会えて、でまたねこんな素敵なアルバムを準備してくださってとてもありがたいということです。なんか、年末カウントダウン何してたとかありました？いや特に何もしてないですけど。実家には今回帰ってなくて。帰ってないんだ。でも東京にいてもなんか店も閉まってるし、人もいないし寝てました。でも鐘が鳴る0時になった瞬間、ジャンプだけはしてました。一緒ですね。自分も自宅で一人ジャンプをかましてましたけどそういうのがあったりと、さてアフタートークではリスナーの皆さんからいただいたマッショウ君へのメッセージもご紹介します。埼玉県ラジオネームあきさん。祝2回目の出演、もうすぐ成人の日ですが、マショウ君は20歳の時の写真撮影をしたとか何かエピソードはありますか？成人を迎えるクローバーちゃんに何か一言お願いしますということです。20歳の時になんかエピソード、成人式のエピソード。自分成人式確かコロナ禍でしてないんですよね。てかそもそも自分韓国にいて日本に帰れてなかったんで何も思い出ないですねそうか。でも20歳になってなんか大人の階段一本登ったなっていうのを覚えてますか？それこそその時韓国でみんなで一緒にいたメンバーたちとはなんか一杯飲んだりはしましたけど、それだけですかね。日本にはね成人式というね文化というかね、そういうのがありますので、韓国の成人の日ってなんかもうないんですよね。年変わったらみんな一歳一緒に年取っちゃうんで、そうなんです決まったこういう日はないと思うんですよね。でもね成人式ね、ちょっとマッシーのねその着物姿を見たかったっていうのがあるんですけど、今後着る予定とかありますか？全然ないです。全然ないですよね。全然ないか。じゃあちょっとね今年成人を迎えるクローバーの皆さんに何か一言ありますか？そうですね、まだやっと大人になったと思ってる方もいらっしゃると思いますが、自分もまだまだ未熟だな、子供だなって思う時あるので、子供心は忘れずにオンオフしっかりして、お仕事に就く人は就いて、大学通う人は通って、自分のやるべきことを一生懸命突き進んでもらったらなと思います。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。続いてのメッセージいきたいと思います。北海道ラジオネームココちゃん。マシオくんの大好きな冬がやってきましたね。キックボクシングを始めたとのこと。始めてから自分の中で何か変化したことなどありますか？ということです。大好きな冬でキックボクシング、なんかそれこそ一緒にダンサーさんに誘われて始めたんですけど、キックボクシングが人生で
やったスポーツみたいなはいはいの中で一番汗かきましたね。えあんまり汗かかない体質なんで、やっぱ踊っててもあんまり描かない。顔は汗かかないんですよ。あ体はもうめっちゃかきますけど、うんでも初めてあんなにブワーってかいたのはキックボクシングでしたね。はい。キックボクシング、それなんだろう、ちょっと鍛えなきゃなとかだったんですか、きったまたかけは。ま興味本位で、うんなんか体を動かしたいし、ずっとダンスばっかりしてたし、うん違うことをチャレンジしてみようと思ってうん誘われたんで、ぜひって言って行ってみたら意外と楽しかったです。それも週何ぐらいのペースで。それこそ週1とか、まあ仕事があったらうんその週を休んで次の週だけ次の週飛んで2週間に1回とかの時もあります。もうめちゃめちゃなんでしょう、もう初心者なわけじゃないですか、キックボクシングって、私もよく分かってないんですけど、そのボクシングっていうのが、でもなんかフォームとかもうそういうのちゃんと一から教えてくれる方がいて、へえ、もう1対1ではい、サンドバッグっていうんですか、あれはもういますあミット打ちもしますし、すごい、それ映像出てます？まだ出てない？何も撮ってない。穴もちょっと見てみたい。キックボクシングしてるんだ、すごい。結構まあね、ストレス発散なりました？なりましたかな。でもストレス発散っていうよりなんかめっちゃ褒められて、あらその教えてくれる方結構に、センスがじゃあただ単に筋肉質なだけであると思うんですけど、マジ結構ね、体つきいいからね。でもゴルフは最近ゴルフ最近行けてないん行けですよ。てないか。今だいたい何ヶ月ぐらいですか？まだ初めて11月ぐらいからかなスターあでトしたんで。も結構1月は1ヶ月は経ってる。まだ今年入って行けてないんで。あそっか。うわでもね忙しくなるからね、ぜひ行ける時に行ってください。ちょっといいね、ココちゃん何そんな情報知ってるんだ。いいね続いてのメッセージいきたいと思います。茨城県ラジオネームアンナさん。いつも明るくクローバーズに、会いに来てくれるマッシーに元気をもらっている高一です。マッシーは学校生活で心に残っていることや青春だなと感じたエピソードはありますか？いつも応援しています、大好きですということです。学校生活心に残っていること、中学生の時は、はい、小学生の時の記憶あんまりないんですけど、はい中学生の時はバスケ部だったんで、その学校終わって部活してちょっと夕日の時に自転車通学だったんですよ。はいはい、でちょっと山の方だったんで、その学校がなんだろう、ちょっと遠回りして家に帰るみたいな、みんなでバスケ部たちでとか結構思い出深いですね。ちょっと公園寄ったりとか、まだその夕日の景色とか仲間たちの姿とか覚えてますか？は思い浮かびます。いいですね。もうじゃあ山ってことは通学で山登るの？自転車？そうですそうです。きついんですよめっちゃ。すごいね。で高校の時の思い出で言ったら、それこそなんだろう、その学園祭なんていうんだ、体育祭とか体育祭文化祭とかいろいろありますけど、そういうイベントもの、修学旅行とかが結構記憶には残ってますね。いいね。高校の修学旅行はどこ行ったり？ハワイ行きました。ハワイ行くんですか、高校生？マジで？そうなんだ。ハワイ行きました。モテたかねどうかっていうのをもうそれはまあね、ぶっちゃけね、もうね、自己なんでしょう、小学生とか小学生中学生は別に全然持ってじゃああれなかったと思う。聞こう。もうバレンタインチョコ一番多かった時ですか？一番多かった時ですか？もらったことありますかじゃなくて一番多かったもうもらうわね、当たり前ですからでももらわなかった時もありますよ。まあありますが、最高何個っていう？覚えてないな。覚えてないってよ皆さん。でも10以上20以下ぐらい。マジで？多分今考えた中での記憶上はそれぐらいだったはずです。すごいね。中学生ぐらい？高校かな。高校か。はでもなんかそのちょうど自分の高校の時代って、なんかチョコも誰にでもなんか交換し合いこそみたいな、友チョコとかあるからね、そういう感覚だったんで。いやでもね、中には本命がねあったりとかなかったりとか多分。いやいいですね青春ですね。そうですね。よかったです。ということでメッセージを送ってくれた皆さんありがとうございました。そして翔くん、マッシー、改めて今年の活動について抱負などあれば聞かせてください。そうですね、今年はもっと、昨年やっと再スタートさせていただいて、今年は飛躍の年にしたいなと思って全力で
駆け抜けていくので、皆さんぜひついてきてくださいませ。ありがとうございます。マシオくん、アフタートークもありがとうございました。ありがとうございました。